これはね、買う前に絶対見といた方がいいなっていう結果が出てます。どうも皆さんこんにちは。今日はビルトロックスのレンズでこちら 13mm F1.4 です。今回私が使用したのはソニー用です。他のマウント用もあります。製品リンクは概要欄に書いておきます。これね、基本的には APS-C 用のレンズということで 35mm 換算でいうと約 20mm ぐらいです。私ソニーの APS-C カメラ持ってないので、今日はフルサイズの α7-3 にこれをつけて試します。一応フルサイズ機でも使えるのは使えるんですけど、要はクロップすることになるので、撮影した写真の画素数がね、だいたい1000万から1100万画素ぐらいになっちゃいます。ファイルサイズが小さくなります。というわけで後でサンプル写真ご覧いただくんですけど、写真をね 100% 表示させたとしても細部まで詳細なところが見えないっていうこともあるかもしれないので、一応最初に言っときます。じゃあまず AF の動き見てみます。 AFS では AF エリア真ん中の場合と端っこの場合と2パターンテストしました。で AFC では顔認識使わず写真でテストしたものと顔認識を使って動画でテストしたものとあります。全パターンにおいて AF 動作は問題なかったです。スピードも速いしいい感じです。で次はサンプル写真見ていきます。まず同じ位置から撮った写真で F1.4 から16まで順番に撮ったんですけど、今からねそれの端っこを見ていきます。まず F1.4 がこれちょっとねもわっとしてるの見えますか？で F2.8 といくと F2.8 でこのもわっとした感じ消えたように見えます。でここからは F1.4 の写真を見ていきます。今見ててなんかどの写真もほんのり四隅が少し暗いの分かりました？このね四隅のところなんですけど、ライトルームでレンズ補正っていう項目のプロファイル補正をオンにしてみました。そしたらね全体的にすっきりしました。最新バージョンのライトルームにはすでにこのレンズのプロファイル入ってるので、ここにチェックを入れるだけでビネットだけじゃなくていろいろね自動的に画像全体補正してくれます。で F1.4 の写真を見た時に特徴あるボケ方するなって思ったのが何点かあったので見てみてください。まずこの花の写真、この後ろの茎とか葉っぱとかなんかちょっとね面白いにじみ方してますね。あと次この石垣の白い点模様が鱗みたいなボケ方になってます。で次玉ボケを見ていきます。中央はね丸いんですけど、端っこの方では楕円でもなく樽型でもなく、なんかねちょっと特徴的な形になってますね。で次サンプル写真いくつか見ていきます。ライトルームのレンズ補正するのとしないのと皆さんねどっちが見たいのかわからなかったので、とりあえず今日は両方連続で見てもらおうと思います。
で次逆光のテストしてみたんですけど、これはね買う前に絶対見といた方がいいなっていう結果が出てます。これ F16 です。ここら辺にゴーストが出てます。であとこちらこういうね結構濃い赤い点が出てます。それからねこれなんですけど、こんなねオレンジ色の輪っかのようなものが出てる写真がありました。これね逆光の時いつも出てるわけではなくて、今回もこの写真だけで、あとはねよくよく見たらあれ端っこオレンジ色になってるよねっていうのがね何枚かありました。ちょっとねどんな条件が揃うとこのオレンジ色が出るのかわからないんですけど、時によってこういうこともあり得るレンズってことでご覧いただきました。で次がレンズの外観についてです。ビルドロックスのレンズは全部金属で、付属のレンズフードも金属です。見た目もすっきりしてます。なんですけどこのアパチャーリングがね私あんまり好きじゃないんです。まず無段階でスライドするタイプで、滑りも結構軽いんですよ。なのでねちょっと使ってない間に気づかないうちに触れてしまっていて、いつの間にか F 値が変わっちゃってます。カチカチっていうクリック感のあるタイプの方が私は好きです。あとこのアパチャーリング、スライドする時のリングの摩擦音が結構耳につきます。というわけでまとめなんですけど、どうだろう、おすすめ度50% ぐらいって感じかな。ちょっと厳しめなんですけど、気になった点のインパクトが結構強かったんですよ。良い点と気になった点とちょっとねざっと上げていくと、良い点が AF が純正レンズ並みの動きをしてるっていうところ、動きがいいです。で動画撮影にも難なく使えます。で手前から背景のボケも滑らかで綺麗です。でこれ 13mm F1.4 AF レンズっていうのがね他にないので、13mm にこだわるのであれば現状これ一択ですよね。でちょっと気になった点、結構ビネットが出るのでライトルームのプロファイル補正使うことを前提にしておかなければならないっていう点です。であとやっぱりね逆光の時の写真、これちょっとねオレンジのラインが気になりました。これもね何枚も撮ったうちの1枚で、その他の全ての写真に出てたわけではないんですけど、1枚でも、あんなはっきりと太い光のラインが映ってると他のシーンでもこういうことがあるのかもしれないって思っちゃいますよね。13mm って超広角の部類に入るレンズなので、風景撮影用に使いたいと思って購入検討されている方多いと思います。風景撮影では日の出とか、夕日の逆光シーンを撮るケースも多いですよね。遠方からはるばる撮影に行って三脚を設置して構図も確定して、あとは太陽がいい位置に来たらシャッターを押すだけって準備万端にしてても、その準備の時点では何もなかったのに、いざ太陽がベストポジションに来てシャッターを押すって時に、このオレンジ色のライトが発生するっていうリスクもあるってなると、やっぱりねちょっと 100% おすすめはできないなって思います。やっぱりねちょっとある程度使用用途限られるんじゃないかなと思いました。でソニーの純正レンズの超広角、どんなものがあるのか見てみたんですけど、APS-C 用ですよ。11mmF1.8 と 15mmF1.4 があって、価格もそこまで大差ないんですよね。そうなるとこれを選ばなきゃいけないっていう理由がねなかなか見つけにくいかなと思いました。というわけで今日は以上です。また次回の動画で会いましょう。さよなら。